彼女はその光の中をただ進んでいた。足があるかどうかもわからなかった。2026年3月、韓国ソウル市内の総合病院で一人の女性が死亡宣告を受けた。心肺停止から18分、医療機器のアラームが鳴り止んだ瞬間、病室には静寂だけが残った。担当医師は淡々と時刻を読み上げた。家族は言葉を失った。ところが、その18分の間に何かが起きていた。女性の意識は消えてはいなかった。肉体を離れ、どこか別の場所へと向かっていたのだ。彼女が後に語った言葉は、医療従事者たちを沈黙させた。気づいたら、自分の体が下に見えていた。天井から自分を見下ろしていたんです。浮遊感、光の気配、そして見覚えのある輪郭。30年前に他界した兄の姿だった。驚くべきことに、その時間帯の脳波記録と心電図を照合した時、医師たちは異常な数値を発見した。意識があるはずのない状態で、通常では起こり得ない神経反応が記録されていたのだ。偶然とは言い切れなかった。科学が意識の分離現象と呼ぶ領域はまだ解明されていない。だが、この女性の証言には検証可能な事実が含まれていた。兄の最後の姿、その記憶の正確さ、初めて見たはずの写真と完全に一致した。あの18分の間に何が起きたのか、それを理解するには、まず、あの夜の始まりまで遡る必要がある。眠れない夜、金縛りにとらわれた彼女の体、そして肉体から意識が抜け出す瞬間、すべては、あの事故の前から静かに始まっていた。彼女の名前はパク・ジョンヒ。当時42歳だった。ソウル郊外の静かな住宅街に一人で暮らしていた。近所では穏やかで真面目な女性として知られていた。昼間は会計事務所で働き、夜は読書をして眠る。そんな規則正しい日々を送っていた。派手な趣味はなかった。友人も多くはなかった。ただ、静かに、丁寧に生きていた。唯一の家族と呼べる存在は、もうこの世にいなかった。30年前に言った。兄のことだ。兄は、彼女が12歳の時、交通事故で亡くなった。あの日の記憶は、今も胸の奥に刻まれている。霊安室の冷たい廊下、母のおえつ、そして、顔だけ覗かせた白いシーツ。彼女は、その光景を一度も口にしたことがなかった。誰にも、話せなかったのだ。2026年の春、彼女は慢性的な睡眠障害を抱えていた。数ヶ月前から、夜中に突然目が覚める。体が動かない。息が詰まる。そんな夜が続いていた。医師には、睡眠麻痺の症状です。と告げられた。脳は覚醒しているのに、体は眠ったまま動けない。医学的には、珍しくない現象だという。しかし、彼女の場合は違った。毎回、何かが部屋にいる気配を感じた。音もなく、形もなく、ただ、存在していた。5月のある夜、彼女はいつものように床に着いた。翌朝は大切な仕事があった。早く眠らなければと、焦っていた。午後11時過ぎ、意識はゆっくりと遠のいた。部屋は静まり返っていた。カーテンの隙間から、街灯の光だけが差し込んでいた。その夜、彼女の心臓は、午前1時17分に停止する。医療記録には、そう記されている。心停止、18分間。救急隊員が駆けつけた時、彼女は冷たくなっていた。脈はなかった。瞳孔は開いていた。だが、彼女の意識は、別の場所にあった。肉体を離れ、天井の下から、自分の体を見下ろしていた。そして、30年前に言ったはずの兄が、そこに立っていた。あの夜、何かが始まっていた。彼女自身も気づかないまま、静かに、確実に、意識は、肉体の檻を抜け出そうとしていた。気づいた時、
彼女は浮いていた。天井がすぐそこにあった。手が届きそうなほど近くに下を見た。白いシーツの上に誰かが横たわっていた。自分だった。口には缶が差し込まれていた。胸には電極が貼り付けられていた。肌は紙のように白かった。声を上げようとした。でなかった。体を動かそうとした。動かなかった。あるのはただ意識だけだった。肉体から切り離された透明な意識がその部屋に漂っていた。医療スタッフが走り込んできた。叫び声が聞こえた。数字が飛び交っていた。彼女には全てが見えていた。天井のシミまではっきりと、点滴のラベルの文字まで鮮明に。なのに誰も彼女に気づかなかった。ストレッチャーを押す手がすり抜けた。看護師の肩に触れようとした指が空気を切った。彼女はそこにいた。確かに存在していた。ただ誰にも見えない形で。その瞬間光が差し込んだ。廊下の端からではなかった。窓からでもなかった。部屋のどこでもない場所から白く穏やかな光がにじみ出してきた。足音が聞こえた。ゆっくりとした落ち着いた足音だった。急いでいない。怯えていない。光の中から輪郭が現れた。背が高かった。肩幅が広かった。歩き方に見覚えがあった。まさかと思った。その顔がはっきりと見えた瞬間、彼女の意識は震えた。30年前に言った兄がそこに立っていた。笑っていた。あの頃と全く変わらない顔で。後に医療記録が開示された。心停止から18分間、脳波はほぼ平坦だった。意識活動が起こり得る状態ではなかった。それでも彼女が記憶していた光景は驚くほど具体的で正確だった。天井のシミの位置、点滴バッグの型番、その日処置室に貼られていた注意書きの文言、すべてが一致した。科学はこの記憶をどう説明するのか。意識が肉体を離れることなどありえないはずだった。ありえないはずだった。兄は何かを伝えようとしていた。彼女がその言葉を聞いたのは光がさらに深まった。その先でのことだった。光が深まっていた。白ではなかった。黄金色でもなかった。それは言葉にできない色だった。強いのに目を刺さない。暖かいのに熱くない。彼女はその光の中をただ進んでいた。足があるかどうかもわからなかった。体の感覚が消えていた。それなのに確かに動いていた。前方に細長い通路が見えた。壁があるわけではなかった。ただ空間が一方向へと静かに絞られていく感覚だった。トンネルと呼ぶしかない。その道の奥から何かが近づいてきた。人だった。輪郭がはっきりしていた。霞んでいるわけでも揺らいでいるわけでもなかった。30年前に失った兄の顔だった。彼女は動けなかった。声も出なかった。兄は笑っていた。あの頃と同じ笑顔で、少し困ったような、それでいて優しいあの表情で。彼女が最後に見た兄の生きた顔は病院のベッドの上だった。やつれていて細くて、もう目を開けることもできなかった。あの時の兄ではなかった。目の前にいるのは健康だった頃の兄だった。声をかけるより先に涙がこぼれた。なぜ泣いているのかわからなかった。悲しいわけではなかった。ただ何かが溶けていく感じがした。長い間胸の奥で固まっていたものが静かにほどけていく感覚だった。兄は口を開いた。声は聞こえなかった。それでも意味が頭の中に直接流れ込んできた。大丈夫だという言葉だった。もう泣かなくていいという言葉だった。その瞬間
光がさらに強くなった。トンネルが消えていった。兄の姿も薄れていった。待って、と思った。まだ聞きたいことがあった。まだ伝えたいことがあった。でも、光は止まらなかった。彼女は気づいていなかった。その時、処置室では、心電図のモニターが静かに異常を示していた。意識と肉体の間に何かが存在するとするなら、彼女はその境界を確かに超えていた。そして今、その境界の向こう側で何が待っているのかを科学はまだ答えられずにいる。光の中にいた。どこなのかわからなかった。床もなく、天井もなく、ただ白い静けさが辺りを包んでいた。彼女は気づいた。自分の体がない。痛みもなかった。呼吸もしていなかった。それなのに確かに存在していた。ここはどこなのか、戻れるのか、戻るべきなのか、その問いが浮かんだ時、目の前に何かが現れた。境界だった。形のない壁のようなもの。光と影が交わる薄い幕のような場所。こちら側には静寂があった。向こう側には何かがかすかに動いていた。彼女は一歩も動けなかった。進むべきか、引き返すべきか。体がないはずなのに足が重かった。その時、声がした。呼ばれたと思った。名前ではなかった。音でもなかった。ただ引き戻されるような感覚だった。処置室ではこの瞬間、心電図のモニターが微弱な反応を示していた。医師たちは目を疑った。18分間停止していた心臓がかすかに動いていた。生命が戻ろうとしている。いや、何かが戻ることを許していた。彼女は後にこう語った。決めたのは私じゃない。決められたという感じだった。教会には扉も光もなかった。あったのはただ選択の重さだけだった。引き返すということが喪失でもあると分かっていた。兄と話した言葉はまだ消えていなかった。ぬくもりの記憶はまだ残っていた。それでも何かが彼女をこちら側へと静かに導いていた。科学はこれを意識の乖離現象と呼ぶ。脳波の記録はこの時間帯に通常では起こり得ない特定のパターンを示していた。医療チームは記録を何度も確認した。説明できるデータではなかった。境界を越えた者だけが知っていることがある。彼女が戻ってきた時、最初に口にした言葉は診断でも痛みでもなかった。兄が笑っていた。それだけだった。その笑顔の記憶が30年前の写真と一致することになるのはもう少し後の話だ。意識が肉体へと戻る瞬間、人は何を見るのか。次に明らかになるのは走馬灯のように広がる記憶の前景だった。記憶というものは消えない。たとえ時間がその輪郭を薄めようとしても、深く刻まれた記憶は魂の奥底に生き続ける。彼女の意識がゆっくりと戻り始めた時、まず感じたのは光だった。強い光ではない。柔らかく温かい、どこか懐かしい光。その光の中に記憶が広がっていった。走馬灯という言葉がある。死の間際にこれまでの人生が一瞬で展開されるというあの現象だ。彼女が体験したのはそれに近かった。幼い頃の夏の日、泥だらけになって兄と二人で遊んだ川辺。母の声、父の背中、学校への道で兄が手を引いてくれたあの朝の記憶。断片が次々と浮かび上がる。
ただの海藻ではなかった。匂いがあった。温度があった。風の感触まであった。まるでその瞬間にもう一度立っているかのように記憶が鮮明に蘇る。医療の言葉ではこうした現象を臨死体験における自伝的記憶の再生と呼ぶ。脳が極限状態に置かれた時、記憶の回路が一斉に活性化されるという説がある。しかし、それだけでは説明できない。彼女が体験した記憶の中には、自分では知らなかった光景が混じっていたのだ。兄が一人で泣いている場面。彼女がまだ幼すぎて、その場にいなかったはずの夜。兄が生前、誰にも語らなかった秘密の痛みがそこにあった。なぜそんなものが見えたのか。後に家族に確認すると、兄がその夜一人で泣いていたことを母だけが知っていた。彼女には伝えていなかったと。記憶のパノラマは彼女自身の人生だけでなく、愛した人の見えなかった時間まで映し出していた。命の重さがそこに凝縮されていた。生きるとは何か。その問いへの答えが走馬灯の中にあった。記憶の前景を抱きしめるようにして彼女の意識は少しずつ肉体へと近づいていく。帰る場所が見え始めていた。次に明かされるのは彼女が現実へと戻る瞬間。期間の記録だ。数字が跳ね上がった。心電図が鳴り始めた。止まっていた心臓が再び動き出した瞬間だった。医療スタッフが一斉に動く。戻ってきた。誰かがそう叫んだ。18分。心臓が止まっていた。その長い沈黙がようやく破られた。彼女の指先がかすかに震えた。まぶたが重く、それでも少しずつ光を求めるように開いていく。白い天井が視界に飛び込んできた。ここは現実だ。冷たい空気が肺の中に流れ込む。息をしている。それだけで胸が詰まった。意識が戻ってくる。兄の顔がまだ目の裏に残っていた。暖かな光の中で微笑んでいた。あの表情、30年間誰にも語れなかったその顔が今は鮮明だった。涙がこぼれた。声にならないおえつが喉の奥から静かに漏れ出した。担当医が記録を見て言葉を失った。脳波のデータが心臓が止まっていたその時間帯に通常では起こり得ない反応を示していた。深い睡眠でも昏睡状態でもないかといって覚醒していたわけでもなかった。医療の言葉では説明できない何かが起きていた。後日、彼女が語った兄の最後の姿、誰にも見せていない一枚の古い写真と完全に一致していた。その事実を前に科学者たちは意識の分離現象という言葉を慎重に口にした。しかし、その言葉も起きたことのすべてを説明するにはあまりにも足りなかった。彼女は生き返った。ただ、それだけではなく、あの場所で確かに何かを受け取って戻ってきた。帰還とは単なる蘇生ではなかった。彼女の中で何かが変わっていた。死の際まで生き、そして戻った者だけが知ることのできる何かが。次に明かされるのは現実に戻った彼女に何が起きたのか。死を越えた先で人はどう変わるのか。その記録が始まる。彼女は目覚めた。病院の白い天井が視界に広がっていた。機械の音、消毒液の匂い、冷たい空気、それだけが現実の証だった。心肺停止から18分、医師たちは彼女が戻ったことを奇跡と呼んだ。けれど、彼女自身にとっては
それは奇跡ではなかった。必然だった。と、彼女は言う。兄が送り返してくれた。だから、戻ってきた。その確信が胸の中に揺るぎなく存在していた。退院後、最初に変わったのは、恐怖が消えたことだった。死への恐れがすっと抜け落ちていた。以前の彼女は、暗闇を怖がった。孤独を怖がった。別れを怖がった。あの体験の後、それらが全て遠いものになっていた。死が何かを知った者は、もう死を恐れない。彼女の言葉は静かだった。けれど、その静けさの奥に深い確かさがあった。周囲の人間も変化を感じ取っていた。娘は言った。お母さんが別人になって戻ってきた。と、表情が柔らかくなった。言葉が穏やかになった。怒らなくなった。小さなことで感謝を口にするようになった。夕暮れの光を見て涙を流すことが増えた。以前は見えていなかったものが見えるようになった。と、彼女は語る。兄との再会が彼女に教えたのは、この世界の美しさだった。死の淵で受け取ったものは、絶望ではなく、愛だった。家族との時間が変わった。亡き母の写真を毎朝見るようになった。話しかけるようになった。以前は悲しみで見られなかった写真を、今は微笑みながら見る。死者とのつながりが断絶ではなく、継続であると感じるようになったからだ。あの場所であったのだから、もう一度会えると知っている。その言葉を聞いた夫は、長い沈黙の後、静かに泣いた。信じなかった彼が信じ始めた瞬間だった。臨死体験は本人だけを変えるのではない。その体験を共有した者もまた何かに触れ変わっていく。問いは続く。この変化は脳が生み出した幻なのか、それとも魂が本当にあの世界に触れた証なのか。科学はこの変化をどう説明するのか。科学はこの体験をどう見るのか。まず医学の立場から語られた説明がある。臨死体験は脳が酸素不足に陥った時、急激に放出される神経物質の一種の幻覚だ。と、あるいは側頭葉が異常に興奮し、夢と現実の境界が崩れた状態だ。とも言われる。確かに、そうした研究データは存在する。脳は死の直前に驚くほど活発になる。ガンマ波が急上昇し、通常の覚醒時よりも鮮明な意識状態が生まれることがある。科学はこの事実を丁寧に記録してきた。けれど、ここに一つの壁がある。彼女の体験は、その理論では説明できなかった。心臓が止まっていた。18分間、脳への血流はほぼゼロだった。神経物質が放出される余地すらなかったはずの時間に、彼女の意識は病室の天井を越え、30年前に言った兄と言葉を交わしていた。医療チームが脳波記録を確認した時、その時間帯に不可解な反応が刻まれていた。停止しているはずの生体信号の中に説明のつかない微細な波形が残っていたのだ。科学者たちはこれを意識の分離現象と暫定的に呼んだ。しかし、その言葉は答えではなく問いそのものだった。名前をつけることと解明することは違う。一方、霊性の側からはこう語られる。魂は肉体に縛られていない。意識は脳の産物ではなく、脳という器を通して現れているだけだ。と、どちらが正しいのか、その問いに、今の科学はまだ答えを持っていない。ただ一つ、確かなことがある。彼女は変わった。体験の前途後で死への恐怖が消えた。愛する者との別れを終わりとは思わなくなった。そして兄から受け取った
あの言葉が今も彼女の中で生き続けている。科学が解明できないなら体験は嘘なのか。違う。解明できないことと存在しないことは同じではない。次に彼女が兄から受け取ったもう一つの言葉がある。それはこの世に残されたすべての人へ向けた伝言だった。兄から受け取った言葉。それは難しいものではなかった。静かに、しかし確かに彼女の胸へ刻まれたたった一つの言葉。怖くない。兄はそう言った。死ぬことは怖くない。と終わりではなく続きがあると、彼女はその言葉を受け取った瞬間、全身の力が抜けたと語る。30年間ずっと背負ってきた喪失の重さが音もなく溶けていった。IMG 静寂な白い光の中で女性が目を閉じて立っている。この体験を彼女は今も夢だとは思っていない。幻だとも思っていない。医療記録に残った説明のつかない数値、脳波が示したあの18分間の空白。心臓が止まりながらもどこかで意識が動いていたあの事実。それらはすべて今もカルテの中に静かに存在している。科学はまだ答えを持っていない。でも彼女にはもう答えがいらない。体が知っている。魂が覚えている。あの再会は確かにあった。IMG カルテと医療機器の映像。静かな病室の光。彼女は言う。誰かを失って泣いているあなたへ、別れを本当の終わりだと思わないでほしい。と、会えなくなることと消えてしまうことは違う。形が見えなくなっても存在は続いている。その言葉は彼女だけのものではなく、兄からこの世へ向けた伝言だと彼女は信じている。IMG 朝の光が窓から差し込む穏やかな部屋の情景。あなたの隣にも今夜誰かがいるかもしれない。見えないだけで、感じられないだけで、ずっとそこにいるのかもしれない。死は終わりではない。それが18分間の沈黙が私たちに残した問いかけだった。